今回もドラクエスマグロやっていきたいと思います。ということで本日はですね、アイスゴーレムでのレベル上げの紹介をしていきたいかと思います。ミニデーモンの周回とか、あとマルチプレイとかアイスゴーレムの動画をちょっと上げたんですけれども、やっぱりですね、ミニデーモン、確率これどうなんすかね。昨日ちょっとやってたら、かなり出なくてっておかしいですね。かなり周回をしたんですけれど、全く出なくて、その前の、夜やった時は、17回やって4回も出たんですよ。だからその流れでジェムをね、使って砕いてやったんですけど、全く出なくて、いや、なんなんこれっていうぐらいなんで、確率の幅がどのぐらいの差があるのかっていう、時間帯もあるんじゃないかっていうね、ちょっと疑惑が自分の中に出ているんですけれども、それは置いといてですね、とりあえずレベル上げ、紹介をしていきたいかと思います。このゲームレベルを上げるのが結構やっぱ大変で、このゲームってよりも、最初なんでしょうがないところではあるんですが、レベル上げが大変ですよね。で、とりあえずこのですね、砂人の槍が結構重要になってきます。今2突してるんですけれども、これ2突してなくてもいけるんで、2突分ってこのダメージ 4% が上がるっていうのがつくんですけど、これなくても大丈夫でした。とにかく砂人の槍を持ってるっていうのと、そこそこ、装備ですね、防具の装備があるといいんじゃないかなと。ばらつきはあるんですけれども、星さんの装備がね、出てくれてるのはありがたいかなというところになります。で、かつ、この最初からね、デインソードの所持していると、なお、いいんじゃないかなって形となります。ライスゴーレムの部分なんですけど、祠クエストというところで、受けることができます。で、鍵がちょっと必要になってきまして、この鍵なんですけれど、アイテム購入のところのこの特別な祠の鍵というところでも購入できますし、ゴールドのところですね。ここで無料でね、もらうこともできます。ただ、周回をしていくという上で、やはり祠の鍵は購入する必要はやっぱ出てくるのかなというところになります。なので、ここで110個分ですね。1000ジェム、2000ジェムで、21本購入することができるという形ですね。で、ここの祠、こっちもちょっと説明した方がいいか。入荷までにちょっと時間がね、かかってしまうので、この再入荷されるまでに購入して、温存しておくってのも大事かなと。あと13時間後に公開がね、されるんですけれども、再度。で、ここのアイスゴーレムのメモリがですね、最初からヒャドウアローを所持しているよと。で、かつ、この氷属性の呪文ダメージがプラス5されるのと、緑枠になってるんですけれども、攻撃呪文が上がるので、魔法使いにも相性がいいというものになってます。で、このですね、心があると、いける部分がね、だいぶ楽になってくるのが4章じゃねえ、3章とか、あとはですね、この魔物ラッシュの低い鳥とかね、この辺にも、相性がいいものになっているので、このね、アイスゴーレムの心じゃない、メモリはですね、入手するといいのかなという感じとなります。で、経験値がね、結構うまいんですよ。で、25のレベルで、33で挑むんですけど、砂人の槍がね、弱点になっているので、ここが相性いいという感じとなります。はい。ということでね、こちら見ていきたいと思うんですけれども、スパイク強化とね、これ、始まってるんですが、はい。これ、奇跡の雫。で、なるべくあるといいのが、攻撃のスキルを打った時に 2.5% 回復するってやつですね。で、最初のこのビッグスロースがちょっとめんどくさいところはあるんですけれども、ただのイエティか、これ。ここはね、もうすぐ使っちゃって倒しちゃえばいいんじゃないかなと思います。ここの時間結構もったいないんでね、体力が多めなんですよ。なので、ここの敵はね、すぐ倒しちゃうようにしてください。イエティ以外のところでもですね、結構敵がね、強かったりするんですけれども、体力面で言うと、イエティが攻撃力じゃない、体力が高めのモンスターとなっています。はい。あとはですね、大したことないので、メラツブテとかでも倒せるよと。これですね、ソード強化癒し。ソード系スキルが敵にヒットすると HP 回復するっていうやつ。で、ここはちょっと奇跡の雫もらっておきましょう。このですね、ソードスキルがあることにより HP を回復してくれるので、かなりですね、
優秀な装備というか冒険スキルとなっています。でちょっと離れて、ですぐこう砂地獄を使って対処していくと。で戦士のおかげっていうのもあるんですけれども、防具もね、相まってダメージの方が大したダメージにはなってないっていうのもあります。はい、ここも突破ですね。でここはですね、ホイミスライムを倒す上で拡散攻撃の方がいいので、拡散攻撃取っていきます。そして連続攻撃も取っていきましょう。ここは回復、奇跡の雫にしていきます。回復はね、とりあえずソードスキルがあるので、ここで10回復したりするのでね、はい、こういう風にして対処をしていくと。この10の回復がね、結構でかいんですよね。で一応この1周がですね、5分ぐらいですかね。でかつ、メモリも入手ができると。でここはですね、すぐちょっとこの砂地獄を使ってさっさと処理して終わらせます。でここはつぶて毒もらっていきましょう。これ回復じゃなくてチャージした方がいいですね。でつぶて、で氷結の構えよりも巨大のがいいかな。でボス戦となります。はい、ということでいきましょう。でこのアイスゴーレムのお供にですね、ホイミスライムが結構出てくるんですけども、大体時計回りで出てきますね。ここで1回使っていきます。でこのように700回復するので、すぐ出てきたら処理をしないと、大変なことになってしまうという形です。そのために拡散の攻撃があることにより、処理がしやすいという形ですね。で毒とかもね入るとかなり倒しやすくなるので、しっかりと、ある時はねつけていくといいんじゃないかなと思います。で10の回復があるので、どんどん回復もねしてくれるという形となります。で拡散のおかげでさっさと倒していけると。拡散と連続と、毒がね結構重要かなと。あとソードスキルですね。こうやってねドドンと攻撃が入っちゃったとしても、10のおかげで回復もできると。ですぐこいつは処理していかないとダメと。はい、という感じですね。でこれ今結構早めに倒せたんじゃないかなと思うんですけど、3分ですね。3分ぐらいで1周できるのかなと。ものによりますけど、大体あれだけね冒険スキルの獲得の機会があればそれなりにねもう取れてると思うので、大体3分ぐらいはいけるんじゃないかなと。でこれ4494もらえるんですよ。結構うまいっすよね。で20回ですね。1時間これやると8万経験値ぐらい、8万8000、9万ぐらい入手できるので、結構いいんじゃないかなと。鍵のね上限っていうのはあるんですけれども、それをねできる限りやっていけ、メタル系もね結局上限があるのであれなんですが、時給的には8万から9万ぐらい出るのかなという感じとなります。ということでアイスゴーレム戦ですね。サクッとちょっとやっちゃいましょう。
はい。ということでね、ちょっとギリギリだったんですけれども、なんとかいけるかなという感じとなります。やはり、星3装備のね、防具があった方のが、安定はするのかなというところなんですけども、とりあえず、星2のね、防具だったとしても、いけなくはないのかなという感じとなります。とりあえずこのね、防具でもいけたという感じとなりますね。はい。ということで今回ですね、だいたい時給で9万経験値ぐらいですかね。4500で3分で周回ができるので、それが20回なので、1時間ぐらい周回したとして、4500×20 なので、だいたい9万ぐらいの経験値がもらえるのかなという形となります。限りはあるんですけれども、このですね、アイテム購入の方で、買っていただいてですね、あと13時間でできるんですけれども、それをですね、しっかりと周回していただいて、メタルのチケット同様、しっかりとやると、経験値ももらえるので、メモリも入手しつつやっていただければなと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。低い鳥とかあの辺結構大変になってくるので、しっかりとアイスゴーレム倒してね、自分の攻撃を上げるようにしていきましょう。それでは失礼いたします。またね。バイバイ。